皆さんこんにちは。社会工学類そして人工知能科学センターに所属しています岡田幸彦と申します。今日はですね、ビジネスとデータサイエンスというテーマで、どちらかというと学問というよりかはですね、ビジネス実務の中でデータサイエンス AI というのがどのように使われているのかというところをご紹介したいと思います。そしてそれによって皆さんがですね、近い未来におそらく多くの方が民間企業等に就職されると思うんですけれども、その時にですね、自分の仕事とあとはデータサイエンス等々で学ぶ内容、それがどういうふうにつながってくるのかっていうところのイメージを少しでも醸成できればというふうに考えています。よろしくお願いします。まず僕は博士小学ということで、ビジネスの専門家なんですけれども、僕が思うビジネスにおけるデータサイエンスの役割ということでかなり画伝飲水的なんですが2つ取り上げています。そして心からこの2つ大切だなと思っているところです。まず1点目ですが実験的なエビデンス経営ということで、英語圏ではエビデンスベースドマネジメントというふうに言われたりするんですけれども、サービス分野ではアメリカを中心に例えばウォルマートとかシアーズ・ローバックとか、そういった小売業が有名な事例ですけれども、1980年代からですね、ランダム化比較実験という方法をビジネスに活用するという流れが見られるようになりました。さらに2000年代以降ですね、インターネットマーケティングとしてウェブサービス、ウェブページ等々ですね、AB テストと呼ばれるやり方で実験的にですね、より良いサービスを目指していくという展開が見られるようになりました。まずこれが1点目、非常に重要だと考えています。続いて2点目ですけれども、マネジメントインフォメーションシステム MIS というふうに呼ばれるんですけれども、この経営情報システム、これをいかにですね革新してより良い経営に結びつけていくのか、特にマネジメントコントロールシステムと言われるんですけれども、より良い経営管理システムを構築していくかというところ、ここについてもデータサイエンス AI というのが有効だと考えています。歴史を見てみると伝統的にこのテーマは会計学の管理会計という分野がいわゆる文系の学問としてやってきました。そして実践も行われてきました。ところがですね、1960年代頃からですね、それをコンピューターを使ってうまくやろうという流れができてきます。特にデシジョンサポート、意思決定支援というのがキーワードになりまして、そして第2世代の AI と言われたりするんですけれども、1970年代になると意思決定支援のための AI としてエキスパートシステムと呼ばれるものが登場し、世間を席巻するというようなことが起こりました。さらに1990年代になると経営戦略を立てるとかですね、あとは戦略を実行する、それを全社的に統合データベースを作って全体最適を考えながら行うという方向に流れてきます。さらに2010年代になるとビジネスインテリジェンス、経営者がより分かりやすくデータを使う、そしてそこで AI をさらに活用しよう、 AI への再注目という流れが起こっているわけです。ということで、経営上システム MIS を革新することによって自分たちのビジネス実務を高度化していくという、この役割も非常に重要だというふうに考えています。なお今日はですね、先ほども言いましたが実務的なことを私の研究室が関わっている事例を紹介しながらご紹介したいと思うんですけれども、例えばエキスパートシステムについて最先端の研究がどうなっているのか等々ですね、そういったことに関心があればですね、我々筑波大学では人工知能科学センターを中心にですね、データコラボレーション解析という組織の壁を越えてデータを共有して解析する技術開発を行ってますので、もしそういった次世代技術に関心がある人はいつでもですね、私岡田、さらには情報科学類の櫻井先生、今倉先生までメール等でご連絡をいただければと思います。ではまず1点目、実験的なエビデンス経営、これをイメージを共有することによってデータサイエンスの役割というのを皆さんにお伝えしたいと思います。
どんな事例を紹介しようかなと思ったんですけれども、筑波大学の皆さんに、身近なところで、事例を紹介した方がいいかなというところで、筑波山の筑波山神社、皆さんご存知だと思いますけれども、その隣にあるですね、創業約400年の、筑波山江戸屋というですね、温泉旅館、ここで10年前に行った、実験を、紹介したいというふうに思います。いわゆる地域の企業でどのようにデータサイエンスが実践されているかというところをイメージしていただければと思います。まず十数年前にですね、筑波山江戸屋、江戸屋と呼びますけれども、どのような課題を抱えていたかということですけれども、一度来たお客さんにもう一度来ていただきたい、つまりリピーターを増やしたい。でそのためにですね、勘と経験によって、ダイレクトメールを年に4回送っていました。江戸屋通信と呼ばれるものを送っていたわけなんですけれども、集客効果と財務効果はよくわからないと。何が費用対効果の高いマーケティング価値提案の方法かもわからないという状況でした。そこで我々の研究室と江戸屋の経営者である吉岡美奈さんほかほかと、コミュニケーションを取りまして、そして1980年代にアメリカで、ビジネス実務として行われていたランダム化比較実験をここでやってみようということをしました。実験方法なんですけれども、去年初めて、江戸屋に来たお客様、そのお客様が、いわゆる被験者ということになります。ただ被験者ですけれども、個人情報が絡みますので、我々は、そこにはノータッチ。基本的には、実験を我々はサポートはしますが、江戸屋さんの中で、全て、やっていただくというふうに、しました。そしてここ見ていただきたいんですけれども、去年、初めて江戸屋に来てくださったお客様、その中からランダムで1600人選び出します。そしてそれを A 群、B 群、C 群、D 群という4つの群に分けます。A 群は何も送らないですね。で B 群はそれまでやっていた江戸屋通信を送る。C 群はさらに外発的動機づけとしてお得なクーポンをつける。D 群はさらにですね、手書きの手紙を添えることによって内発的動機づけに働きかける。江戸屋の吉岡美奈さんはじめと相談しながらこのような実験デザインでですね、価値提案の方法を探るということをしました。ちょっと送付先に一通ミスがあったりとかですね、あとは、送った住所から、届かず戻ってくるみたいなことがあったんですけれども、対極的に問題がない、標本を持ちつつですね、江戸屋さんの取り組みとして、実験的なですね、ことをすることができたということです。では皆さん、これA 群、B 群、C 群、D 群ですね、ダイレクトメールを送るということで、どのような効果があったと思いますでしょうか。結果を見てみるとすごく面白くってですね、何もしないと誰も来ないわけなんですね。で一方で B 群 C 群 D 群についてはですね、去年来てくださったお客様がですね、その他のお客様も連れて何らかの形で少しですけれども来てくださったというような実験結果になりました。このデータを見てみるとリピーター組数そもそも86だったんですけれども、そのうち20がこの実験との兼ね合いで来てくださったというような形になっています。そしてコスパを見てみるとですね、 A 群については何もしてません。そして誰もいらっしゃいませんでしたので、コスパ、利益はゼロということなんですけれども、これまで勘と経験でですね、これがいいんじゃないかということで江戸屋通信を送っていたこの B 群ですね、しっかりと利益に対する貢献が残っている。一方でお得なクーポン、外発的動機づけをした群については利益効果が下がってしまう。そして内発的動機づけとしての手書きの手紙を封入した群についてはこのクーポンのマイナスの効果を超過してプラスの効果が得られているというような結果になりましたが、ここで重要なのは
データサイエンスがなければ、つまりこういうですね、実験データがなければ、そのまま勘と経験でこれがいいのかな、あれがいいのかなというふうに思いながら経営をしていたわけです。江戸屋の吉岡美奈さんにもすごく喜んでいただいてですね、何もしないとやっぱりダメなんですね。これまでやっていた勘と経験っていうのは案外合ってるんですね。悪くないんですね。C 群、お得なクーポンが実はお得じゃなかった可能性がある。じゃあ次はもう少しお得なクーポン、よりお得なクーポンにしようかなとか、あとは D 群ですね。手書きの手紙も効果がありそう。だけれどもこれを四半期に1回、従業員そしておかみさんが書くというのは大変ですので、1年に1回ぐらいは手書きの手紙を封入した方がいいのかなみたいな形で、いわゆるより良い未来を構想するということができるわけなんです。こういった形でですね、データの力っていうのは何かを解決するというよりも、より良い未来を一緒に考えて実現していくための素材としてビジネスではよく使われるということです。続いて2点目、経営情報システムの革新による経営管理システムの高度化のイメージですけれども、ここについては昨年2021年に私たちが携わった水戸信用金庫における事例を紹介していきたいと思います。水戸信用金庫ではですね、取引先の直近の3年の決算書データ、これをより有効活用して AI をさらに活用してで、新しい PDCA サイクルを作ろうという取り組みをしています。その AI は昨年度2021年度に開発しまして、で今年度は実証実験というか実際に使って情報提供を施行しているというようなものです。で水戸信用金庫の事例を取り上げるのもですね、先ほどの江戸屋さんと同じように地域の金融機関であるということです。茨城県にある地域の金融機関においてもデータサイエンス AI というのが活用され始めているということです。でその根幹の理由は我が国の中小零細企業でよくある課題感となっています。いわゆる人材不足です。これまではですね頑張って働かれて、同じ組織でずっと経験を貯めた方が、たくさんいらっしゃったわけなんですけれども、熟練の、年長者の退職、そして、若者が、水戸信用金庫中小企業中堅企業を選んでくれないみたいなことがありまして、その中でですね、いかにサービスを持続して発展させていくのかというところ、これ水戸信用金庫だけじゃなくてその他の地域の中小零細企業も抱えている課題だと思います。特に水戸信用金庫については茨城県全域広い営業エリアのお客様がいらっしゃいます。これを限られた人員の中でどう効率的にカバーすればいいのか、そしてカバーするだけじゃなくていかにお客様の一番身近な金融機関として関係性を構築すればいいのか、そこでデータサイエンスや AI の力に頼らざるを得ないというような状況がありました。1年時の春学期に私の会計と経営の授業を受けてくださった300人の皆さんもこの授業を見てると思いますけれども、その中でですね、損益計算書貸借対照表を学びました。筑波大学の損益計算書貸借対照表も皆さんと読み解きました。同じようにですね、中小零細企業であっても損益計算書貸借対照表というのを作成し、そして、よくある実務としてはそれを取引先の金融機関にですね、決算書を納めるということをしています。金融機関では、渡されたこの決算書を、財務分析をして、そして、その会社の成り立ち、そして経営者の人柄等々を鑑みて、いつどのタイミングでお金が必要になりそうかなみたいなのを人の頭で考えてきたというのがこれまでの実務になっていました。しかしながらですね、そのデータを頭に入れて現実を読み解いて、そしてより良い顧客関係性を築いていくというような人によるサービスの維持というのがなかなかできなくなってきたというところですので、そこではですね、
先ほどお見せしました、取引先の財務諸表、それを学習して、そしてですね、人をサポートする、取引先をサポートするようなデータの使い方、 AI の使い方というのが必要だろうということで、我々筑波大学は水戸信用金庫とともにですね、新しい取引先の決算データを活用した形というのを考え実装しているところです。AI を活用した新たな営業 PDCA サイクルへというふうに書いてありますけれども、これまでは人間系でですね、営業戦略を策定し、営業推進実行し、そして地域の社会経済を支えてきたというところで、このプランドゥ、これを中心にですね、人中心で回していたというところがあります。しかしその人間系、人というのが減っているわけですので、水戸信用金庫の中に溜まったデータを有効活用して、そもそもその営業やサービスが良かったのか悪かったのかというのをチェックする。そこで機械学習 AI を活用し、もしもフォローアップできる余地があるのであれば、 PDCA のアクションとして追加的なお客様の対話を行ったり、お客様の問題発見と支援を行うという、このチェックとアクションのためにデータを再活用するということをやっています。その中身を簡単に紹介していきたいと思うんですけれども、基本的にはですね、会計と経営の授業の中であった貸借対照表と損益計算書、その項目を使っています。目的変数とここにありますけれども、長期借入金が増えたか否か。長期借入金というのは基本的に返済するものなので、普通は減っていくものです。これが変わらないとか増えている場合は、明らかに借入を行っています。借入等の資金調達を行っています。一方で、この右側の特徴量候補というのがあります。これは過去の財務諸表のデータを使います。去年と一昨年の損益計算書貸借対照表のデータから、今年の長期借入金が増えるのか増えないのか、それを学習して、当てるという AI の活用を、ここでは想定しています。そして AI 機械学習の中身についてはですね、素朴に、正解率、アキュラシー、そして AUC、それをもとに行っています。その他の会社で学習した AI があり、例えば株式会社岡田という3年分の決算書のデータがあったときに、株式会社岡田の決算書を入力とするとですね、株式会社岡田は今年お金を借りそうだみたいに AI が答えてくれると。じゃあ正解はどうだったのかと、こういうスタンスで、ですね、精度を測るということを、しました。で、我々いろいろと工夫してこの AI を作ったわけなんですけれども、だいたい平均的に 85% 以上当たるような AI を開発することに成功しまして、これによってですね、AI がお金を借りそうだと予想したにもかかわらず、実際には長期借入金が増えていない会社さん、これはいわゆる偽陽性と呼ばれるんですけれども、この会社さんですね、本当は資金ニーズがあったんじゃないか、本当はお困りだったんじゃないのかという観点でフォローアップをする、こういった形の事後チェック、そして価値競争支援 PDCA の CA としてこの AI を使うという姿を考えておりまして、で今今年度2022年度に実践しているということです。このスライド AI を活用可能な未来、これが今まさに動いているところです。お困りでないですか。地域企業のお助け支援 AI としてですね、この我々が開発した AI を使っていただく。これにより、資金ニーズの見過ごしを潰す。本当に困っている人をですね、取りこぼさない。さらにもしかすると困っていることに気づいてないということもあり得るというところでですね、新たな対話の手段としてこの AI の情報を活用するということを今実践しています。さらに発展系なんですけれども、今、まさに、さらに研究開発をしているところですけれども、新規取引先への新たな価値提案としてですね、水戸信5000社のデータを学習した AI ができました。直近の3年のデータをいただければ AI が資金ニーズを占いますよ
みたいないわゆる PDCA でいう新しいプラン、そして Do のために付加価値型でデータを再利用再活用していくということにも我々は今挑戦しているわけです。こういった形でですね、今日は限られた時間で簡単にご紹介いたしましたけれども、茨城県の地域企業、そして茨城県の地域金融機関であったとしてもですね、皆さんがこのデータサイエンスの授業で学ぶようなデータを活用する、これをまさに実践している、さらにはさらにですね、その活用を深めていくというような状況が起こっています。皆さんが知っているような有名大企業だけでなく、地域中小企業や地域金融機関においてもビジネスにおいてデータを活用するというのがもうすでに当たり前になっているわけです。筑波大学ではですね、データサイエンス系の科目、各学類等にたくさんあります。一方でビジネスについてはですね、社会工学類の経営工学専攻が中心にですね、経営系の科目、ビジネス教育を行ってきましたので、皆さんが学ぶデータサイエンス、それをですね、ビジネス関係のドメイン知識はこのスライドにあるような科目で補完していただき、さらにもしご興味がある方はですね、そのビジネスのドメイン知識と、そして皆さんが学んでいるデータサイエンスを掛け合わせて使っていただけるいい AI を構想するというような革新的な授業も用意しています。アクセンチュアさん、そしてベルシア薬局さんなどに協力をしていただいて、こういった演習も作っていますので、今日はですね、実際にビジネスの現場でデータサイエンス AI がどのように使われているか、その重要な役割2つを紹介いたしましたけれども、ぜひこの筑波大学の環境をですね、有効活用していただいてですね、さらに私たちですね、僕とか人工知能科学センターのリソースもうまく活用していただいてですね、このビジネスとデータサイエンスの関わり、さらにはノウハウを学んでいただけたらと思います。短い時間でしたが、ビジネスとデータサイエンス、岡田がご紹介いたしました。どうもありがとうございました。